ガンダムシリーズには作中に登場しないものの、聞けば何を指しているか分かってしまうファン発信の用語がいくつも存在しています。ただネットの狭い界隈で生まれたいわゆる身内乗り的な用語も多いため、最近ガンダムに触れた方の中には作品を見るだけではピンとこず、なんのこっちゃと困惑する方も多いのではないでしょうか。そこで今回はガンダム界隈で使われている作中には登場しないのに何のことか分かってしまう用語7選を紹介します。なお本動画はコミュニティでアンケートを取った内容から選ばせていただいたものとなります。皆様たくさんのコメントありがとうございました。気になる方はぜひコミュニティの方もご覧ください。それでは始めましょう。輝き打ち。まず機動戦士ガンダム第 08MS 小隊から陸戦型ガンダムの射撃姿勢を元ネタにした輝き打ちです。基本的には陸戦型ガンダムが膝立ちの姿勢で 180mm キャノンを構えつつ地面に突き刺したシールドを銃火として使っているように見えるポーズを指すスラングで、ファンアートやガンプラの作例でもよく見られます。ちなみに輝き打ちの名前の由来としては、08小隊のオープニング曲名嵐の中で輝いてから輝いてという歌詞に合わせたシーンから来たものと言われています。現在でも陸戦型ガンダムの代表的なポーズとして人気の高い輝き打ちですが、その存在に関して懐疑的なファンも多く、現在でもガンダムファンの間で議論の的となる厄介なワードでもあります。というのも元ネタとなったカットで、確かに陸戦型ガンダムは 180mm キャノンを構えて砲撃しているのですが、地面に突き刺したシールドはキャノンが乗っかっているとは言い切れず、ただ遠近法でキャノンとシールドが支え合っているだけのようにも見えるのです。実際該当シーンのカットを担当した吉田徹氏は自身の X で修正したらたまたま煽りのせいでそう見えるだけなんだけどとつぶやいています。ちなみに世間で見られる輝き打ちでは陸戦型ガンダムは膝立ちをしていますが、元ネタになったとされるカットではガンダムは膝を立てずに砲撃していました。このように元ネタとなったカットと世間に浸透しているポーズで乖離があるのですが、その要因はゲーム G ジェネの陸戦型ガンダムの攻撃ムービーにあるとされています。というのもゲーム内で陸戦型ガンダムが 180mm キャノンを用いた攻撃を行うと、まさに世間でいう輝き打ちをする陸戦型ガンダムが見られるのです。つまり本作をプレイした方がゲーム内ムービーと OVA のワンカットを混同し、現在の輝き打ちが代表的なポーズとして定着したのが真相ではないかとされています。なお公式としては輝き打ちには肯定的なのか、陸戦型ガンダムのハイグレードやマスターグレードのパッケージには輝き打ち姿勢をとった作例が掲載されていました。しかもマスターグレードには輝き打ちを行う際にシールドの上でキャノンを支えるためのパーツ、通称輝き棒も付属しており、積極的に輝き打ちを推奨しています。なお当の吉田氏も先日したポスト内で輝き打ちと聞く前はそう答えてましたが、今は縦に乗っけてると言い張りますと、現在ではシールドに乗っている論調も肯定しているようです。余談ですが、2021年に配信されたショートアニメガンダムブレイカーバトローグにおいて、監督の大張正美氏はわざわざオリジナルのカットを担当した吉田徹氏に依頼し、作中で輝き打ちオマージュを行っていました。ただし本カットにおける輝き打ちではキャノンがシールドに乗っていないとわかるよう描かれています。紫おばさん、紫ババア。続いて機動戦士ガンダムからキシリアザビの別称である紫おばさんもしくは紫ババアです。元ネタはガンダムのパロディ漫画機動戦士ガンダムさん1巻キシリアさん1にて、キシリアがシャアに私にも良いあだ名はないものかと尋ねた際、シャアがキシリアの紫の召し物に着目し紫ババアと命名したのが由来と言われています。なおその後キシリアは紫ババアと呼ばれないよう違う服を着ようと思案するのですが、シャアが何色を着てもババアはババアと行き過ぎ発言をしたことで生身で宇宙空間に放り出されていました。ただあまりにも端的かつストレートすぎる悪口が読者にも作者にも刺さったのか、以降ネットを中心にキシリアの別称として定着しています。ちなみに学校の怪談ではよく全身紫色の服を着た紫ババアという妖怪が登場するのですが、小説
ガンダムガイデンコロニーのオチたちでは、キシリアもジオン兵から妖怪呼ばわりされていたりするので、紫ババアというあだ名も、あながちしっくりくるような気もしてしまいます。ただ、あくまで、紫ババアは、ガンダムさんのキシリアにつけられたあだ名とはいえ、別称なので、使いどころには注意が必要です。ちなみに、キシリアはファーストガンダムの設定だと24歳、オリジンでも35歳です。ゼンダ。続いて、機動戦士ガンダムユニコーンから、フルフロンタルのあだ名であるゼンダです。もともと、フルフロンタルとは英語で、ゼンダという意味があり、そのネオジオン残党の指導者らしからぬ名前のシュールさが視聴者に刺さり、あだ名として定着しました。なお、漫画ガンダムさんで登場するシャアは、非常に間抜けなキャラクターをしており、作中では、服を脱いで裸踊りをするシーンが頻繁に見られるため、シャアイコールゼンダというイメージが一部に定着していたのも、相まって、フロンタルのあだ名をすんなりと受け入れられた方も多いように感じられます。ちなみに、作中で、フロンタルがユニコーンに乗ろうとするバナージを待ち伏せする場面が、視聴者からネットスラングと掛け合わせて、ゼンダ待機と呼ばれることもあります。ちなみになぜゼンダという意味のフルフロンタルを名前として与えられたのかに関しては諸説あり、自らを宇宙に捨てられた者たちの思いを受け止める器と定義しているように、他人の意思によって自分の役割を変えていける心まで裸のような純粋さを指してゼンダと名付けたのではと言われることもありますが、真偽は不明です。なおフロンタルと同じくシャアの役割を与えられた存在としては、宇宙世紀200年以降を描いたガイアギアのアフランシャアがいますが、こちらは作中で名前に自由にされたフランク人または自由にされたシャアという意味があると言及されていました。もしこのガイアギアの設定を UC がリスペクトしているのであれば、一糸まとわない解放された姿を示すゼンダはアフランシと同じく自由を意味しているとも解釈できるのではないでしょうか。電子レンジ。続いて機動戦士ガンダムシードより大量破壊兵器サイクロプスを示すスラング、電子レンジです。サイクロプスは、アニメ35話に登場した戦略兵器で、その実態は、地球連合軍アラスカ基地の地下に敷き詰められていた大型パラボナアンテナとなっています。起動すると、このアンテナの全てからマイクロ波が放射、有効範囲内のあらゆる物質が急激に加熱され、周辺に甚大な被害を与えるのです。特に、有効範囲内にいる生物は、体内にある水分が急激に加熱されることで沸騰、さらに沸騰した水分が水蒸気となることで肉体を突き破り、体を瞬時に破裂させます。この人体が卵のように破裂し、内臓や骨をまき散らす様とマイクロ波で物体を加熱する原理がまさしく電子レンジということで、このあだ名が付けられました。なおシード本掃除は夕方18時台の放送、つまりお子様でも見れてしまう時間帯に弾け飛ぶ人体をお茶の間で流してしまったため、多くのガンダムファンの幼少期を代表するトラウマ兵器として記憶されています。ちなみにサイクロプスはその性質上、一度設置すると一切動かせなくなるため、使用するには敵を誘い込む必要があります。そのため作中では敵を誘い込むためのおとりとして、切り捨てても良い連合軍兵士を守備隊としてアラスカに置き去りにし、ザフト軍を殲滅するための生贄にするという考え得る限り最悪な使い方をされたことも、視聴者のトラウマとして刻まれる要因となりました。なお書籍機動戦士ガンダムシードオフィシャルファイルメカ編ボリューム3によると、サイクロプスで発生するのはマイクロ波で、放射能等は一切出さないとされているので、地球にはクリーンな兵器と言われることもあります。フレッシュトマト。続いて水星の魔女からミオリネ・レンブランもしくは彼女の関連するシーンを指すスラング、フレッシュトマトです。作中でミオリネは母親の形見として温室でトマトを栽培しており、スナック菓子エアリアレからは水星の魔女とのコラボ限定フレーバーとしてフレッシュトマト味が販売されました。そんなフレッシュトマト味は当初はミオリネを象徴するフレーバーとしてぴったりのチョイスと言われていました。しかし放送された第1クール最終話で状況は一変。スレッタのカルエアリアルがミオリネの眼前で敵兵士を虫のように叩き潰した後、まるでトマトが潰れたように鮮血が飛び散ったことで、視聴者はフレッシュトマト味ってそういうことと騒然となったのです。さらに最終話が放映された直後に山崎ビスケット公式が
フレッシュトマトの紹介ポストを投稿したことで、公式も狙ってやがると、ネット上で大騒ぎとなりました。なお、エアリアルとのコラボフレーバーは、以前から、キャラクターのたどる運命とリンクしていると囁かれており、実際、直火で炙った焼きトウモロコシ担当だったエラン4号は、作中で用済みとなった後に焼却処分されてしまい、チェダーチーズ担当のグエルは、父親のいるコックピットを貫き、チーズのようにドロドロにするなど、こじつけられなくもない出来事が続いていました。そのため、コーンポタージュ担当のシャディクは一体どうなるの？と、当時は謎に包まれていましたが、結局、シャディクとコーンポタージュがつながりそうな話はなかったので、放送終了後もコーンポタージュとは何だったのかと言われることもあります。なお、ミオリネ役のリン氏は、最終回のハエハタキとフレッシュトマト味は結びつけるのはやめてほしいと言及しており、人によっては不快にさせてしまうスラングとなっているため、使いどころには注意が必要です。連邦に反省を促すダンス。続いて、劇場版先行のハサウェイのマッド内で、偽マフティーとして扱われるカボチャマスクの男性が踊っているダンスを指すスラング、連邦に反省を促すダンスです。元ネタは、2021年に投稿されたやっちゃいまよ。そんな偽物なんか。という動画で、劇中歌先行に合わせて、カボチャマスクの男性が披露する、マフティーの清廉さを感じさせないダンスが、ネット民の心をつかみ、該当部のダンス部分を使った GB 素材を使ったマッドが大量に生産され、一大ブームを築きました。そんな本ダンス、作中でマフティーが行った演説の一節、我々は、現在の地球連邦政府に反省を促すために、やむを得ず攻撃をした、からとって、いつしか、連邦に反省を促すダンスと呼ばれるようになっていきました。なお、本マッドの元ネタは、海外のミームであるザ・パンプキンダンスという動画で、こちらの動画内で踊る男性が、偽マフティーを語っていたハイジャック犯と同じカボチャマスクを装着していたことが、マフティー勧誘ビデオの素材として使用するのにつながったとされています。ちなみに、本編でマフティーがダンスするシーンは一切出てこず、カボチャマスクの男は、あくまで偽マフティーである上に、マッド内で登場する男も、ガンダムとは全く関係がないため、反省を促すダンスは、完全に二次創作によって生まれた概念となっています。ちなみに、偽マフティーを演じていた新勇気氏が、アニメ、ジークアクスで、別世界のシャアーズナブルを演じたことや、ジークアクス終了後に、先行のハサウェイ続編の告知がされたことで、本マッドは再注目され、誕生から4年経った今でも、派生作品が制作される人気ぶりを披露しています。なお、第2部、キルケイの魔女公式キャラ紹介では、三田健二のような第1部のみに登場するキャラには、エピソード1と書かれてあり、当初ハイジャック班の項目には、エピソード1の表記がありませんでしたが、残念ながら更新されて表記が追加されたので、第2部には登場しないようです。ビスト神拳。続いて、アニメ、機動戦士ガンダムユニコーンから、ユニコーンガンダムの格闘戦の様子を指したスラング、ビスト神拳です。作中におけるネオジオングとの最終決戦にて、ユニコーンは、サイコシャードによって、あらゆる武装を破壊され、残るは、その身一つとなりました。そこで、バナーティは、マニピュレーターを利用した肉弾戦を行うのですが、その際ユニコーンが繰り出す技がやたら洗練されている上に、まるで北斗神拳のようだったことから、バナージの実家であるビスト家に伝わる暗殺剣、ビスト神拳として名付けられたのです。もともと、宇宙世紀シリーズにおけるモビルスーツ同士の殴り合いといえば、兵器の息を出ない、泥臭いパンチやキック程度でした。にもかかわらず、まるで G ガンダムに出てくるモビルファイターのように、鮮やかな武術を披露したことは、視聴者に大きな衝撃を与えたようです。なお、ビスト神拳は、ゲームでも頻繁に採用されており、G ゼネシリーズでは超強気技として、エクストリーム VS シリーズでは派生技、バトーペでは、チャージ格闘で繰り出すことができるなど、覚醒ユニコーンを代表する技として扱われています。ということで以上ガンダムネタ用語7選でした。誤解から生まれたワードや、本編では一切出てこない二次創作的なワードも多く、それでいて何を指すのか分かってしまう言葉が多いのも面白いですね。ぜひ皆様が好きなネタ用語も教えてもらえたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ、もう一本、動画を見ていただければ、とても嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。